皆さんこんにちは、ぐっち夫婦のしのです。今日はね、年末の年越しそばに合わせるかき揚げを作っていきたいと思います。かき揚げね、結構スーパーにもね、お惣菜売り場に売ってると思うんですけれども、やっぱりお家で作って食べるかき揚げってサクサクしてて、その揚げたてをね食べられるのがすごい美味しいのでね、ぜひ皆さんにも作っていただきたいです。じゃあ料理始めていきます。スタート。はい、じゃあ材料紹介です。今日ね、エビ入れます。ボイルエビ、7、8個、はい、そして野菜、玉ねぎ1/2個、人参が1/3本で、長ネギが15センチぐらいかな。で、三つ葉たっぷり入れます。そして薄力粉、こちらが 150g で、冷たいお水と卵黄の方ね、黄身を使っていきます。あと揚げ油だね、油が必要です。野菜はね、特に何でもいいんですよ、カラッと揚がれば。なので人参とかごぼうとかね、あとなんだろうな、しいたけとかさ、きのこ入れても美味しいかなと思います。水分はトマトとかはダメだね。めちゃくちゃ多いものはダメだけれども、こういう程よい水分のものなら大丈夫です。じゃあ小麦粉ふるいにかけます。ざるで OK です。小麦粉ね、あらかじめねこう冷やしておいた方がサクサク上がりやすいです。小麦粉のねグルテンの形成する関係上ね、冷やした方がサクッと上がります。なのでね、冷凍庫に入れとくといいかなと思います。でね、粉を振るとダマになりづらいのでね、よりサクサクした、ね、仕上がりになります。よいしょ。はい、こんな感じでねふるいにかけました。そしてね、今日薄力粉、こちらを天ぷらとか揚げるときに卵と合わせるバッター液っていうんですけれども、そのバッター液のようにするものと具材に絡めるものの2つに分けていきます。 100g が、バッター液にして 50g が素材に和える量にしていきます。はい、じゃあこのぐらい。はい、じゃあね、野菜をね切っていきます。そして薄くね千切りにねしていきます。縦に入れて、だいたいね1ミリぐらいかな、2ミリぐらいかな。細い方がいいね。切る時のポイントは大きさを揃える、それがねポイントです。なのでこの厚さもねなるべく揃えるようにしていきます。はい、そのことによって揚げた時に火通りが均一になるので、このね厚さはね揃えるようにしてください。でね、やり方で言うとこんな感じで少し1センチずつずらしながらやると千切りはしやすい。横から切っていく。よし。はい、じゃあね、続いて玉ねぎ切っていきます。玉ねぎは今日1/2個使います。この下の芽のところを落として、よし、スライスしていきます。これもね、この幅をね揃えるようにしていってください。なるべく薄い方がいいね。だいたい 2、3 ミリ。玉ねぎがねかき揚げ入るとすごい甘くて美味しいんですよ。なのでね、野菜は何でもいいはいいんですけど、この玉ねぎはね入れてあげるといいかなって思います。やっぱりね、季節に合わせて、秋だったらこうさつまいもを千切り入れたりとか、春だったらなんだろう、たけのことかね、そういったものを合わせてもいいのかなって思います。はい、では長ネギ切っていきます。長ネギもねもう全部一緒な厚さをね揃えるようにして切ります。斜め切りです。今回お蕎麦に合わせるからね、こういうネギ類が入ってるとよりアクセントになっていいかなと思います。はい、そして三つ葉。三つ葉は香りがいいねかき揚げになるので、あと色も綺麗だからね入れてほしいな。よし、2、3センチぐらい。葉っぱのところもザクザクと切って、もう全部野菜合わせちゃいます。はい、そしてエビ。はい、これねボイルエビ使ってるので、そんなにね剥き方とか背わたはもう取れてるから意識しなくて OK だけれども、この尻尾もね取っちゃいましょう。
殻剥いてあるものを買ってきてもいいかなと思います。よし。野菜だけのかき揚げもいいんだけれども、なんかねこういうタンパク食材が入るとプリッとしてね美味しいんですよね。皆さんかき揚げ何入れますか？何が家であんまり作る人いないかな？どうなんだろう。おすすめの具材があったらぜひコメント欄で教えてください。はい、OK。殻むけました。はい、じゃあね衣を作ります。まず卵黄、黄身は取り除き、くるんくるんと卵黄、を使って、このね余った卵白はね私よくかきたま汁に入れちゃいます。卵黄なくてもかきたま汁できるからね。そしてお水入れます。冷たいお水ね入れてください。200ミリです。でねよく混ぜます。すごいね軽い衣になります。サクッと揚げたいのでね軽いサラサラした衣を目指します。で卵黄をお水で溶いて、ここにね先ほど取り分けた小麦粉 100g 加えていきます。これ全部入れない一気に少しずつ入れて箸でねかき混ぜます。なんで分けて入れるかというと、いっぱいかき混ぜることによって小麦粉のグルテンが形成されちゃうので、すごい粘りがあったりもちもちした食感になっちゃうんですよね。なのでサクサクした食感に今回は仕上げたいので、混ぜすぎず箸を立てながら粉を溶かしていく。サクッとね仕上げたいので、そういう時はねあまり混ぜすぎず溶くみたいなイメージで合わせていきます。あと少し。で温度が高いとこう粘りが出やすいので、なるべくお水や薄力粉はね冷やしておく。そうすることでサクッとした仕上がりになります。全部が全部ね潰れてなくても OK。 なんとなく一緒になってれば大丈夫です。こんな感じです。サラサラしたからね。そろそろ揚げに入ります。具材に粉をまぶすことによってその粉が海苔代わりになるので、具材自体がくっつきやすくなって、この衣ともね合わせやすくなるのでね粉をまぶします。取り除いた粉 50g、60g ぐらいかな入れて、ちょっと和える。ささっと、こんな感じ。後から足してもいいです。全体に絡むぐらいまでしっかりとね薄力粉をあえていきます。じゃあね揚げていきたいと思います。1個ずつね揚げていきます。大体で OK。今日3人4人分ぐらいかな。なのでこのぐらい4等分ぐらいの量ね入れます。そして入れて少し絡めてささっとね絡めます。これね全部一気に入れてもいいんだけれども、小麦粉が流れ出ちゃうから1個ずつしっかりとあえて1個ずつ揚げた方がより綺麗に仕上がります。全体がバッタ液で浸るぐらいで OK。 これぐらい浸るぐらいで、じゃあ入れていきます。用意するのはこのお箸とこちらね網ね入れます。よいしょ。入れて最初ねばらまいて空気を膨らませて集めてくる。空気膨らませて集めてくる。で、油の温度は170度の中温です。最初にねかき混ぜることで間に空気が入ってすごいサクッとした仕上がりになるのでね。で鍋の端を使って形をね作りながら混ぜていきます。でちょっと離れちゃうかなっていう時は少しこういった玉ねぎとかこういうふうに足してあげてくっつけてあげる。こんな感じでくるくるとね鍋の底に押し付けながら揚げていきます。でちょっとこれ裏返しましょう。途中で
ぐるっとね回しながら揚げていきます。で目安はこういった焼き色がついて周りがサクサクしてきたぐらいかな。もう少しだね。ちょっと片面固まったらちょっとくるくる回して全体に油が入っていくようにしてください。だんだんねこの泡が小さくなってくるんですよ。この泡の大きさって水分がこう蒸発することによって泡が出てくるんですけれども、その泡が小さくなるってことはその野菜に含まれる水分ができたよっていうことになるので、泡が小さくなるまで入れてきます。こんな感じ、このぐらい、はい、わかるかな。この周りがすごいサクサクしている感じわかりますかね。はい、このぐらいまで上がったら最後ね高温でねカラッと揚げていきます。高温っていうのは温度で言うと190度ぐらい。見てみて泡が小さいよね、さっきよりね。そして中の方にちゃんと泡が入ってきてるね。よし、いいね、綺麗な色。高温で30秒ぐらい揚げるので、もうそろそろ揚げます。よし、はい、美味しそう。はい、揚がりました。こちらです。すごい美味しそう。エビがねちゃんとプリッと揚がってて程よくね色づいてるんだよね。はい、こんな感じで揚がります。じゃあいただきます。サクサク、おいしい。これそのままおつまみにもいいかも。すごい美味しい。あとねご飯にのせてかき揚げ丼にしてもすごい美味しそう。合いそう。エビ、美味しい。このねサクサクした食感とエビの旨味が合わさって、そして三つ葉の香りがねふわっとするかき揚げにね仕上がっています。ぜひねこちら年越しそばにのせてザクザク崩しながらちょっと浸しながらねおそばと一緒にススッと食べていただきたいなと思っています。はい、このレシピをいいな、作ってみたいなって思った方はいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。そして皆さんからリクエストも募集しています。コメント欄にどしどし書いてみてください。じゃあまた、バイバイ。